皆さんこんにちは。土着園芸の鈴木です。鈴木は日中仕事しております。こちらの土着園芸に来ているんで、自宅のメダカちゃんはですね、朝夕しか会うことができないんですよね。はい。で、夕方はね、あんまり餌あげちゃいけないって言われてますよね。はい。消化不良を起こしたりするっていうこともあるんでね。まあ、あんまり関係なしのうちね、餌あげちゃってることもあるんですけど、はい。一応ですね、まあそういうことからすると、1日1回しかあげられない方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。仕事されてる方なんかはね。はい。そんな感じで、1日1回しかメダカに餌をあげずに、今回ね、3週間、大きくなるようにということで、頑張ってみました。こちらです。はい、それでね、1日1回の餌やりでね、生育していこうと思っていたんですが、はい、プラスチックの容器に約2リットルですね、水を入れて、6匹ずつですね、3パターンの餌やり方法でちょっと実験してみました。はい。一つはですね、普通に粉餌だけのやつですね。で、もう一つはですね、このね、お客さんからすっごくお勧めされました、玉屋さんの、玉屋メダカさんの乳酸菌っていうのをですね、こうプシュプシュっとね、ワンプッシュですかね。はい。入れるっていうやつと、あとですね、粉餌と、玉屋さんのやつをね、シュッシュってやるのと、このね、3パターンで、実験させてもらいました。はい。で、スタートのね、写真を撮ってなかったんで、こんなイメージ。はい。ハリコちゃんのイメージです。こんな前ですね。3週間ぐらい前がこんな感じでした。はい。で、それがですね、今現在、このように変わってきました。はい。その容器の写真だとよくわからないんで、ちょっと別容器のパック容器の中にね、入れさせてもらいました。これがドライフードのみのやつですね。はい。実はですね、すごく生存率が高くてですね、ドライフードだけね、1日1回だったんですけど、6匹中5匹、まあ大きくなりました。はい。もうそれもね、生育、一番最初の方でね、1匹亡くなってしまったので、まあ本当にただ単にね、個体が弱かっただけなのかもしれないんですが、はい。で、大きさはですね、まあこんな感じでですね、2匹ぐらいちょっと大きめのがいるんですけど、あとは割と小さめですね。はい。で、さらにこちらがですね、玉屋メダカさんの、乳酸菌のみで、育てたやつですね。3週間ですね、与え続けたところですね、この容器はですね、6匹中6匹とも、大きくじゃないですけどね、はい、生存しております。はい。で、サイズ感で言うと、割とちょっと小さめかなっていうね、こうドライフードとそう変わらんかなっていう感じで、はい、同じようなサイズ感だと思います。で、さらにこちらです。ドライフードと、乳酸菌両方与えたやつがですね、全体的にみんな大きくなってるんですよ。はい。5匹とも全部ね、こう、それなりの粒揃いのサイズになってました。ただですね、残念なことに6匹中5匹でしたから、このね、1匹それぞれですね、ドライフードも、乳酸菌とドライフードの方もですね、1匹なくなっちゃいましたけど、これはたまたまだったかもしれないですよね。はい。まあ、このすごい母数の少ない実験ですので、大した、こうね、統計にはならないかなと思う。運もありそうな気がしますね。はい。まあ、もっとね、たくさんの引数でやったらですね、もうちょっと成果が出たのかもしれないですけど、はい。で、今回はですね、まあ、1匹、こう、あたりのリットル数で言うと、0.3 リットル、だから 300cc ぐらいはですね、水があったわけですよ。1匹にあたりですね。だからですね、結構ゆったりとね、メダカが泳ぐことができて、生存率が高まったのかもしれないなと思っております。はい。それでですね、昔鈴木がですね、この動画でやらせてもらったことがあったんですけど、そのね、こう、小分けすればするほど、そのパックの中で1匹だけやたらと成長が早くなるっていうやつですね。はい。今回は、やっぱそれぞれね、ありましたね。はい。ドライフードだけの時も1匹、2匹大きくなるのがいましたし、あとこっちのね、乳酸菌だけのところもね、大きくなっていました。ただですね、乳酸菌&ドライフードのところでは、みんな大きくなりました。というようなね、実験結果が出ましたね。はい。こう、サラリーマンさんで1日1回しかね、餌をあげることができない人だとですね、問題なくメダカを育てることができますので、はい。ぜひぜひ、これからはですね、皆さん、1日1回しか自分は餌をあげることができないなと思いながらもですね、まあ、それなりのサイズになってくれますので、はい。お楽しみいただければと思います。それでは皆さん、さよなら。